to waste my life, just keep on moving, it's a climb. I trust myself, yeah, I'm alright. Nobody can bring me down. I'm so lifeless, leave the mess. It's my business, no matter what they say. I don't care. Everyone makes mistakes, just trying again. On the top of my name, no pain, no gain. We change with the time, that is not going on. No one knows who we will. Let me tell you now.実はオリエンタルラジオも最初揉めてるんですよ。あ、そうなんや。僕レギュラー番組何個か交番自分でお願いしてさせてもらって、テレビの仕事を減らしながら YouTube 力入れてたんですね最初ね。そしたら相方が最初は応援してくれてたんですよね、だから40万登録者記念とか50万登録者記念みたいな登録者記念で出てくれたりしたんです、でもある時、テレビをもうこれ以上やめるんだったら、その態度は応援できないって言ってコラボこれ以上できないと。あ、そんな時期があったんだ。だから本当に雨上がりさんのこの YouTube テレビはどうすんだよとかっていう気持ちっていうのは、めちゃくちゃ YouTube を始める芸人にはあることなんですよ。これがね、お笑いコンビの独特な関係とテレビと YouTube の独特な関係ってなかなか伝わらないと思うんですけど、雨上がりさんだけじゃないと思うんですよ。YouTube 勝手に始めんなよとか、一人でどうやってやってんだよとか、片方がブレイクしたりとか、いろんなことでって思うのってあるんですよね。まあまあそれはある。これは僕もあって、でもその結果僕らは奇跡的に彼も YouTube 楽しんでやり始めて、あっちゃんがやってること分かってきたって言って、あっちゃんの気持ち分かったよって言ってお互い対処する時に藤森もじゃあ俺も対処するって言って、奇跡的に解散を免れたんですよ。で同じ危機は来てたんですよ。なるほど。だから宮迫さんのせいというよりは時代の節目で芸人コンビがぶち当たる、お前 YouTube やるのやらないの問題の一つだったわけですよ。確かにそうだ。分析、すごい分析。よく考えたら僕も揉めてるし、極楽さんもいや俺出ねえよって言ったりしてるわけじゃないですか。加藤さんもチャンネル始めないんですかって聞かなかったですか？もうだから最初は本当黙って、うちのだからディレクターの松本と2人で隠し撮りしてたの、加藤。隠し撮り？ゲリラで？ゲリラで。すごいやり方してる。メイク撮ってるところ、てめえらお前何回してんだよってめちゃめちゃ叱られたの、楽屋で。それは怒られる。それは怒られる。何回してんだよって。もうメイク取りながら「てめえら2人で何回してんだお前、ケイチョンチャンネルお前使うんじゃねえぞ」って「回すな回すな」っつって。これでさっきの答え出たじゃないですか。多分手じゃなくて足だったじゃない足やね。やっとけや。出ねえよと。完全に足やったな。ねえ、でこういうことで揉めて、でもね結果的に解散ね、もちろん後輩からするとすごい悲しいしね、ご本人だって辛かったと思うんですけど、結果的に宮迫さんの人生だけ見るとね、よし YouTube に専念しようというふうに思えたわけですよね。まあそうね。こうなってから YouTube 専念するぞと、そういう気持ちだった。そんな中で起きたのが YouTube 専念しなきゃいけないとなったタイミングで起きたのが牛宮城事件。これは俺真相が本当わかんない。そうなんですよ。この牛宮城事件っていうのが先ほどの光る宮迫焼肉事件ですね。2人で出そうと思った焼肉屋さんの名前が牛宮城、宮迫の宮を取った竜宮城のような名前ね。この牛宮城一体何が起きたか、これね詳しくない方にご説明すると、そもそもはドッキリからなんですよね。そうなんですよ。始まりはね。そう実はですね、その宮迫チャンネルの中で光くんに、店を出したいからお金を貸してくれないかと言ったんですね。その金額がですね、なんと1億円貸してと。結構でかい金額ですよね。まあ例えば1000万とか、光くんはお金持ってるから1000万とかだったらいいですよ
ですぐなる可能性があるから、1億はさすがに無理やろねでどういう態度を取るかなっていうドッキリやったんです。そうですよね、はいまあこれ非常に YouTube っぽい面白い企画なんですけども、ここで1000万やったら言うかもしれんけど1億はさすがに誰にとってもきついやろと、言ったらなんとここで光くんがいいですよって言ったんですよね。しかもすごく簡単に「いいですよ」ってなってドッキリしてないそう俺がドッキリ1億やでって逆ドッキリみたいなと思ってどういうお笑いってことですもんね。そう1億いいですよっていうね見たことないドッキリになって面白くなったんですよ、でだったら始めちゃわないかと、ねで光くんが実際にこれね焼肉屋やってみたかったんですよと、ねそれできっとヒットしますから皆さんこれやりましょうよということでトントン拍子に進んでですね、焼肉共同経営プロジェクトとして進んだわけですよね。これがまあだからテレビでねその蛍原さんというね、前の奥さんですよ、前の奥さんにね、このもう離婚届でもうお互い別の道行きましょう言って父ちゃんさよならって言ってねでさよならした後ですよ、これから友達で行きましょうねって言って別れた後にですね新しいねパートナーがね現れて、もう共同経営プロジェクトですよねこれも楽しみだってなって9月末に10月1日オープンしますよという動画が上がったわけですよね。そうです、はいすごいトントン拍子でしたよね。トントン拍子ですよ。ものすごくすごく急いでやった。超スピードで進んでもうオープンすんのと、それで直前のこれ試食会してご飯食べて美味しいねそれでゴーだって言ってお客さん殺到うわーこれが浮かんでた中でなんとそこでの試食会でパニック、これがですね大変だったんですよ、これがですねもうその光さんがですねこれ全然ダメっすねと。これ全然ダメですね。宮迫さんこれ何ですか、この顔僕見たことないんですけど俺もしたことのない顔してるんですよ。これは存命の人なのかどうかわかんない魂が感じられない状態にすごいね滝廉太郎が死ぬ直前みたいな顔してるね眼鏡も合いもうますほんとねそうなっていて、まあこのパニックどうダメ出しされたかというねこの主なパニックをまとめましたまた、まず肉がでかすぎる、そして硬い、でかすぎないかとこれ切って出せよと、で食べて硬くないかと、状態が悪いと、その上で演出した肉を出してくれって言ったらですね水にプカプカと肉の切れ端が浮いているという、その後に水死体と言われる現象が起き、その後金箔と銀箔に包まれた肉とかですね謎の七福神を携えて登場する肉すごいですよ、七福神やと思ったら6福神しかねえかった1個足らないっていう福神が1人欠員してる欠員してるという意味のわからない演出がありましたからそういうパニック演出が続いたわけなんですよね、いやこれが大変でオープンだーって息巻いてたでこの動画が上がってどうなんのってなってですねもう気持ちが沈む出ました沈み切って出ましたご報告ですご報告おじさんが、またもやご報告に上がりましたか。ご報告するこれどこ見てるんですかどこも見てないんでこの時はちゃんと動向が開いてました、ちゃんとね、これはですねここのねこのテロップに全て込められてるんですけども、料理に関しては実は宮迫チーム主導で準備進めてきましたと、つまりその光さんとの役割分担で宣伝担当が光さん料理担当は宮迫さん宮迫さんはグルメですよね光くんはインフルエンサーとして力ありますよねそれぞれ協力してやりましょうそんな中で直前にご飯食べたら味がちょっとおかしいぞ、私のせいでございますということでですね、これ見た人たちはみんなこれって光くんの演出なんじゃないって最初ね思われた方もたくさんいらっしゃったみたいですね。まさかこれドキュメンタリーじゃないだろうと、ここでダメ出ししまくってから光くんがテこ入れしてわってなるためのストーリーかなと思いきやここで光さんも撤退しちゃうんですよ。本当これでわけわかんなくなった。そうガチで撤退するんですよね。いやこれちょっともう無理ですと私はちょっと引かせてもらいますってなったわけですよ、これドキュメンタリーだぞーってなって、そうなると心配なのは宮迫さんと光くんの
間柄ですよね。はいはいはい。2人とも大丈夫なの？揉めてんじゃないの？そういえばコラボ最近減ってるけどっていうなった中、ネットニュースが上がりました。そのネットニュースがですね、ヒカルのツイッタープロフィールから宮迫博之を尊敬してますが消える。見た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 。これは見た。こんな悲しいグッドバイあります？いや本当に本当に。これだからまあたまたまそうだったっていうね。はい。その宮迫博之を尊敬してますのところに書き直されたのがキングダムのキャラクター、漫画のキャラクターを僕は愛してます好きですって書いて、いやちょうど今その漫画が盛り上がってるからって言ってたんですけど、タイミング的にはだいぶショックを受けそうなタイミング。そうなんですよ。ただ僕もキングダムむちゃくちゃ愛してるので、うちのスタッフは、変わってますよ、って言われたけど、俺は、毎週のヤングジャンプで読んでるんで、最新の情報を知ってるんですよ。だから俺的には、いや光くん大好きやから。なるほどね。今一番歓喜が盛り上がってるから何がおかしいのって。でも周りのうちのスタッフは「いやこれ絶対もう大事ですよ」って「いや大丈夫や」と LINE でやり取りもしてるし大丈夫やと。もやっぱスタッフ同士はなんかえらいパニックってましたね。いやパニックなりますよそりゃ。その上でヒカルさんと焼肉のプロジェクトは正式に中止になりまして、それでヒカルさんはヒカルさんで新企画が始まったわけじゃないですか。朝倉未来さんとね、よりこうキラキラした若いパートナーを見つけてね気合入ってんすよ。ね、その上で、焼肉を続けていくと、宮迫さん言ってるんです、もちろん食を応援するからって言ってるんですよ、でもね見てる僕からすればもちろん続けて頑張ってほしい、もちろんそうだけど、大丈夫パパと、パパ大丈夫ね、お父ちゃん実家戻りたいって言うてるけどもう私周りの声ね聞いていろいろ耐えられへんわとね、これもう離婚届判押してって言って実家戻ってきて「ただいま」言うて「ブスやな」言うて大騒ぎした後反抗して「何やったんやあいつ」ってなりながら「どこへでも行け!」みたいになって家を放り出されたパパがですよ、新しい奥さんを見つけてですね、豪邸を建てようとしたんですよ。牛宮城建てるぞっつって「素敵ね」なんつって「1億円出すわ」なんて言われたわけですよ。豪邸建てるぞ、もうすごいピッチで建てたからな、えらい家やぞ見てよって言ってもう胸上げ式のね前日にですね見に行ってですね、新妻がブチ切れたんです。手抜き工事じゃ確かにそれで出てってプロフィールなくなるでしょ。あんだけ宮迫ラブみたいなメールアドレスが変更されとるんですよ。タトゥーが消えとるんですよ。宮迫命のタトゥーが消えた上で新しい彼氏ができてたっぽいんですよ。その上でパパ何してるか、まだ残り何もない豪邸を睨みつけてる俺はこの城を何とかするって不安になりますよ。もうやめてくれ助けてください、助けてください、助けてください。ご心境辛いです。辛い、大変ですよこれ。いやいやでもおっしゃる通り、もうその流れなんですよ本当に。すごいことですよね。ただねこのパートナーとして新たにね、名乗りを上げてくださった方がプロのね飲食店を経営されてる方なんですよね。もちろん信頼に足る方ですし、今もうずっと毎日のように動いてますので、すごい方ですよ。こっから再生するドキュメント今やってるから、それ確かに応援したいんですけど、これでもしまたね、盛大に騙されてたとかあったら盛大持ち逃げご報告がありますこれは嫌ですよこれ嫌です。ないよ絶対にないけど、そうなったらみんなせめて笑ってくれせめてね、せめて見てくれ、ご報告で見て爆笑してくれ本当に何やこの人の人生はと思ってくれ。ただまあ本当に今緻密にいっぱい動いてるんでやってますからね。じゃあやるんですね、もうちゃんと。もう完全に3月1日オープンは決まってますので、3月1日オープンするんですよ。
だって10月1日って言ってたやつが3月1日また同じようなことになりかねないって我々ちょっと思ったりしてる方々も多いじゃないですか。だから最初の携わり方、これも動画でも何回も言ってるけど、携わり方がもともと一緒にやるっていう、いわゆる今黒幕みたいなことを言われてる、ね、もうそいつは俺にとっても親友やし、もう本当に恩人だから、確かにその1億のドッキリの時に焼肉屋の話になって飲食もやってるから成功させてる人間やからできるかって言ったら大丈夫ですと、任すぞと、って言って、結果いろいろ細かいことはあるんですけど、試食会を5出したのはもうそいつやねんけど、でも俺が初見で全部を知りたい、もう内装も直す感動したいから、って言って、それいろんなミステイクが重なってやけど試食会になってしまったことはそうなんやけど、結局俺が任すっていうスタンスやったからそうなってしまったことやし、もうでも今回はもうがっつりと伝わってるからね、もう本当にあちこちに行っていろんな人に会ってるから、すごく勉強もしたし、もうあかんとこだらけの自分がいっぱい見えてきたから、今回そこは全部埋めてくれるいろんな人も協力してくれるいろんな人のアイデアとかいろんなことで今回失敗することは絶対にないです。これは、宮迫さん今いい前振りいただきました。違う振りちゃうそうだそうだ、ふーじゃないねん、違うすごい顔してます。絶対にっていういい顔してます。もしこれこんだけ言って失敗したら、何かわからない重いものをくくって真冬の海にずっと泳がす。ダメですご報告やめてください。それを自分で撮りながらご報告を。ダメこの度私はご報告生配信になってるやりますよ本当にもうね。でも今回本気で復帰するというね、復活させるということなんで、これめちゃくちゃ面白いと思うんでね、応援していきたいと思います。お願いします。その上でその牛宮城ね、みんなの反応いろいろありましたね。いっぱいあったね。特にね今回はビジネス系の人が多かったですよね。ひろゆきさんはね、飲食業今大変だし経営もしかしたら向いてないかもしれないからやめた方がいいんじゃないか、厳しいこと言ってましたね。堀江さんもそうですよね、和牛マフィア焼肉屋やってるんだから同じ業種として相談してくれよ、なんで事前に相談してくれないんだ、心配してくれました。青白王子もねビジネス当ててるし、ハンバーガー屋もね最近出してますからね、撤退した光くんはすごいんじゃないかと、あのスピードでやってあのスピードで撤回するってなかなかすごい決断だなと、いうことで総じてですね、やっぱりここでもですね、ちょっと宮迫さんのせいになってる感は強いなとは思ったんですけどね。確かにこれどうでした？コメントを結構受けて。それぞれ意見は確かにいろんな人の話ももちろん聞いてたし、もちろん最初の自分のスタンス、焼肉のプロの方何人かお話聞いたら、その考え方は絶対無理っていうのが実際に言われたので、ちょっと甘いぞと言われたので、完全にそこは切り替えて、現状はもちろんその本田君っていうのがもうプロで老舗でやってる方やし、その他にもまだ動画には登場してないような人たちもたくさん、いろんなことを協力してくれて動いてるので、この心配はほぼないです。なるほど。じゃあ大丈夫だよと。その上でいけるって、もちろん絶対無理やの状態ではさすがにもう大人やし、走らないですね。でもだいぶ家賃もかかるところですから。だいぶどころじゃないですね。いや本当そうですよね。だって、空家賃どれだけ払ってるんですか？ちょっと大きい声で言えないですけど280万。言ったすぐ言ったちょっと想像を絶する額。すぐ言ったよ。無理ですって。それ大丈夫っすか？大丈夫じゃねえなるほどね。だからマジでもちろん僕はもうね、言ったってもう何十年と一応そのお笑いの、MC とかやらせてもらって、それは一般の方にもたくさんのお金もらってましたけど、なるほど、蓄えがね、蓄えはある程度あったんですけど、マジでない。
いやすごい。だからそれを当初はヒカルさんと半々で負担する予定だったのを一人で負担するようになったこともでかいし、まあもちろんでオープンに向けていろいろ回復しなきゃいけないから半年分はやっぱりねただ払わなきゃいけないから、そこでまた登場するのが結局デザイン重視でやってしまったもんやから、はいはいはい、結局あれこれよく考えたら席数も多いしここにこれがないとあかんとか、あそうだ、設備ね。結果まだ現状まだですけど3月1日までに内装だいぶ変えないといけないんですよ。まだ内装費気になりません？内装費ね。ちょっとこっそり聞いてみましょう。ちょっと内装費だけでいくら？多分これ絶対言えないですけど、2、3000万言うすぐ言うすぐ言うすぐ言うやない。すごい大変。マジで？宮迫さん大変すぎるってすぐ言うやん。大変すぎるってなんで2回も振られて2、3000万も払わなきゃいけないの？そうよ。大変だって。いやまあまあでもね、いやそれは成功するためのさあそうですものね。ですから。まあでもここからどうなるかですよ。はい、いやーこれとんでもないドキュメンタリーですからね。見ててください。いやこれを再生させたら本当に歴史残りますんでね、ぜひやっていただきたい、はい、ただやっぱりこのねもう当初の目的とは違ったことになっているというところで、ヒカルさんとのいろいろがなぜだったのかというところ、中田分析ちょっと入らせていただきます。はい、お願いします。これね、僕ねずーっとこうね、シンガポールから日本帰ってきまして隔離期間2週間、ずっと宮迫チャンネル見てたんですよ。ありがとうございます。このプレゼン作るためにもう多分日本で一番宮迫チャンネルを見てたんじゃないかっていうぐらい見ました結果ですね、はい、もしかしてこれかなと思ったのがですね、やっぱ宮迫さんの焦りがあったのかなっていうのは思ったんですよね。というのもですね、牛宮城っていう店名を発表する時の動画見たんですけれども、牛宮城ですって言っておーってなるわけですよ、そんな中ですね、もう宮迫さんものすごいパワーを込めてですね、これ絶対成功すると言ってくれてるんですよ、ね、それに対してですね、この前のめりの宮迫さんに対してちょっと後ろ目に座ってるヒカルさんがいてですね、でヒカルさんがちょっとね勝手に進んでるじゃないですかって一瞬ポロって言ったんですよ、その時にあれこれちゃんとコミュニケーション取れてるのかな、少し宮迫さんこう気持ち焦ってないかなという風なのは思ったんですね。あれこれ宮迫の「宮」入ってるけど「光」っていう文字はちょっと入ってないですよねとかっていうのもちょっと言ってて、なんかこの辺りでちょっと温度差があったのかなっていうのは思ったんですよ。で、実はこの時期のですね宮迫チャンネルはですね、結構焦ってたんじゃないかと僕は見てて思った。何やろう。他の焦り集で言うとですね、たこ焼き屋でたこ焼き0円作戦、宮たこっていうたこ焼きで、たこ焼きを0円で売るっていう、これをヒカルくんがねそれやったら面白いんじゃないかって言ったのをそうかなって言いながらこれ実際取り入れたんですよね。0円です。これただたこ焼き屋でたこ焼き0円ってこれ儲かるんですか？結局たこ焼き屋さんデリバリーのたこ焼きではないので、たこ焼き居酒屋なので、結局おつまみとしてたこ焼きで自分で焼いてください。その間の1種類しかたこ焼きは、今まではいろんな種類があったんですけど、ご自身で焼いていただいて、だから鉄板がたこ焼きの焼くとこと2つあって、なるほどみたいな状態なので、たこ焼きはただです。その代わりいろいろドリンクであったり他の一品は頼んでくださいねっていう、そういうスタイルですよね。そういうスタイルです。何か一品ただのものがあれば周りを頼んでくれるだろうから、結果黒字になるだろうっていうご意見だったんですけど、それっていろんな店によって違うと思うんですよ、メインがパーセンテージどれぐらいかとかっていうのもあると思うんですけど、たこ焼き居酒屋ってだいぶたこ焼きに寄ってるじゃないですか、フォーメーションが。そいつが0円であるっていうのが結構考えてから進めないといけないかなと思ったんですよ。でまたタイミング悪くコロナの状況もっていうのがあったんで、余計にえらいことになったんですよ。えらいことになったんですか？えらいことになりました。コロナ禍はやっぱり。なるほど。ってことはなかなか厳しい経営状況にあると。でその厳しい宮たこなんですけども、
赤字続きの宮田子をですね、ここでなぜかこの全国展開し始めるんですよね。これもですね、動画見てて俺がよく分かんなかったんですけど、はい、この当時の宮迫チャンネルマジでパニック動画になっててなんで俺の店勝手に工事されてるんやとかどうなってるんやとか言いながら新潟にできましたとかでわけのわかんないこれ何だったんですか。このタイミングが全然ずれてるんですよ。全国展開もっと前から、やってたんだ。もっと前からその企画はスタートしてて、やっぱコロナでそれが滞ったりとかして、なんかズレズレでなんかだからもう品川に言われた宮迫さんってタイミングブスですねって言われたのがタイミングが悪いと、全ての面でタイミングがやっぱ悪いんですよね。なるほど、はい、でもその宮田子ってずーっと赤字じゃないですか。まあまあ違うんですか。ずっとではずっとじゃないんだ。ネタで言ってるだけですね。ネタの部分も多々あります。そうですよね。だからでも心配になっちゃって、ネタでいつも赤字やねん宮田子って言って全国展開します意味が分かんなかったから大丈夫かな、0円の店を全国展開してるって俺は思っちゃったんですよ。でまあ時系列タイミングが違うんですね。でその上でこれ特番ですよ。有頂天レストラン。これウィンウィンウィーンと同じぐらい、いやそれよりもさらに予算をかけて、突如として始まりましたよね。でこれもね、いやそのチャレンジ素晴らしいなと思ったんですけど、急に始まったからこれどういうことなんだろうと思ったんですよ。そうなんですよ。だからうちのチャンネルの下手なところが、ストーリー付けが下手なんですよ。はあ。本当はもちろん急にあんな特番できるわけなくて、いろいろあって、いろんな食を応援したいっていうスタンスがもちろんあって、いろんな困ってらっしゃるところの食材とか使ったりとかいろんなことやっていこうよ、でダダダダダッと決まって、その間に本当は決まっていく過程を今のその牛宮城みたいに見せたいですよね。見せていけばいいのに、突然決まって突然やってしまった感じにしてしまったんですよ。なるほど。でも規模のでかいものでもちろんスポンサーさんとかもこう集めないといけないが、パッと決まってしまったんで、この日にやります、じゃあもうちょっと煽り動画は難しいな、みたいな感じでやってしまったんだよね。そうなんだ。下手なんですよ、やり口が。これ知ってます山さん。正直中見てないんですよ。で料理の鉄人みたいなことでっていうことなんですよね。でなんかちょっとニュースだけ見るんだったら、なんかいまいち再生回数上がらない的なっていうのはやっぱりそこだけ見ちゃうから、あれだけのお金をかけて100万は一発目でもいってないのかな。今はもういってると思います。そうなんです。はい。でも最初のその初速の伸びで100万いくかなってやっぱ期待感がでかかったんでね。まあそうなんですよね。いかないことで結構叩かれてしまったわけですよね。なので大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか状態だったわけですよ。たこ焼きが0円、はあ全国展開有頂天レストラン何が起きてるんですかと。なんかこうすごいこう、まあでもそれだけやってることはすごいんですよ。確かに何も悪いことしてないんで一生懸命頑張ってるわけです、ね。その結果ですね、全部宮迫さんのせいですよってなって叩かれてしまったわけなんですよ、準備が足りてない、本気でやってたのか人任せにしてたんじゃないのか、コミュニケーションは取れてたのか、いろいろ言われました。叩かれてご報告の嵐。ただ私は言いたい、全部宮迫さんのせいなのかって、もう一回みんなに解いていきたいんですよね。宮迫さんはもしかしたらですよ、巻き込まれてるだけなんじゃないんですかって。そうですよね。だって闇営業の主催者みたいに今言われてる、金塊を強盗した人みたいに言われてる違うんですよ。闇営業も良かれと思って後輩のお願いで呼ばれたイベントに出た、結果的にいろいろあった、そういうことですよね。その結果 YouTube だって頑張ったわけですよ、頑張った。その結果いろいろ思われた。牛宮城も早く進めなきゃと思って信頼してる人に任せた。その結果いろいろあった、いろいろあったけど巻き込まれてただけなのかもしれない。もしかしたらですよ、真犯人が他にいるんじゃないか。私はこの事件非常に難しい事件でした。
この事件非常に難しい事件でした。難解でした。なんせ加害者と言われてる人が本当は被害者だったんです。実は宮迫さんはいろんなことに巻き込まれてたんじゃないかと私は思うんです。それはなぜか。そうですよね。今原因を2つの事件分析してみたところ、そう原因は芸人の反感と宮迫の焦りでした。そうですよね。宮迫さん一生懸命頑張った。でもその結果芸人が反感を買った。 YouTube をやるんですか、 YouTube を優先するんですか。その上で芸人どうなるのかなと思って見てたら宮迫さんが焦っていろんなことに手を出した。その結果スピード感が合わずヒカルさんが撤退することになってしまった。どうなんだ。その上でじゃあそれを裏で操っていた人物がいるとしたらここです、宮迫さんに YouTube やらないでちゃんと舞台から戻ろうよって言わずに YouTube もっとやれとその人間は言った。 YouTube もっとやったらいいじゃないですか、 YouTube で頑張ってくださいと言って YouTube を煽りに煽り、さらに芸人仲間や業界関係者が反感を食うようなコメントを促し、さらには宮迫さんの焦りをかきたてるように海外に移住した。そうです。その人物は宮迫さんの味方のふりをして宮迫さんの背中をグイグイグイと押した。その上でいつの間にか消えたんです。その人物心当たりはございますか。お前や宮迫さん、宮迫さん、はい、真犯人は、はい、私です。なんとこの事件私が捜査を進めましたよ。ガンガン聞き込みを進めた結果分かったんです。この事件の真犯人は中田敦彦だ。間違いない。そうだと思いません。違う。あっちゃかっこいい。いやかっこいいじゃない。かっこいいじゃない。かっこいいじゃない。かっきんじゃないね。そんな刑事ドラマある？ずーっとこうやって犯人は私ですってそれ見たことないですよ。犯人は最終回またお会いしましょう。会われへんねん。会われへんねん。法廷でお会いしましょう。いやおかしいやん。いやでもねこれ実際僕はそう思うんですよ。なんでかっていうとねこれ宮迫さん守るためにただ言ってんじゃないかって言うかもしれないですけどね、いや実際問題、芸人として初コラボしたら僕なんですよね。一番最初に確かに。そう、その時まではですね言ったらカジサックさんとずっとコラボしてた、トラブル前までは。でもカジサックさんがコラボしない。その当時かわいそうにカジサックさんね叩かれたんですよね。あっちゃんはコラボしたのにカジサックね何忖度してんのか、カジサックじゃなくてお前は忖度だって言われて、ものすごいいじられてたんですよ。でも梶原さんはいや蛍原さんとの共演が先やから僕はまだコラボできませんって、その時は言い訳のように聞こえたかもしれないけど今となってはですね、YouTube 頑張りすぎると芸人さんの感情を刺激してしまいますと。宮迫さん戻ってくださいね、それがあったのかもしれない。今となってはカジサックさんの言うことを聞いてよかったのかもしれない。でも中田がですね YouTube 頑張りましょうと煽りましたね。宮迫さん僕はまた悪い顔してるな彼ですね。悪い顔してるでこれ。すごいな、もう俺の向こうの何かを見てるけど、通り越してものすごい猛プッシュしたわけですよ。コラボできないなんてことはありませんよ、ね、僕は吉本に所属してますけどどんどんやりましょう。この時まだ所属してましたね、その上でね YouTube あんまり大騒ぎせえへん方がいいのかな、いやもう一度お会いしましょうと。その上でねアメトーークに戻りたいなんてもう言わなくていいんですよね。戻りたいの超えたいのと煽ってですねアメトーークに戻るなんて言わないでください、アメトーークを超えましょう、そう言って大々的に番組を始めた。これがウィンギーウィンですよね、まあこれアメトーーク超えたいのっていうのはね
アメトーーク関係者の方が聞くとですね、なんだと戻りたいんじゃないのかと、超えようとしてきてんのか、反感を買っております、反感を買っておりますね、その上で始まったらですね、今度は事務所をいじりまくってたんですね。事務所をいじりまくってたんです。事務所を鬼いじりしてですね、その後にこの会長からネットニュースでですね、いちいち YouTube でネタにするなというコメントが出る。ありました。でもね、大崎会長聞いてください。いじってたのは宮迫さんじゃないんです。僕なんですよ。僕でしょ。ネタにしてないんです。宮迫さんはこれをやれなんて一言も言ってないんです。中田がずーっとネタにしてるんです。その上で散々煽り、反感を買い、ネタにしまくった上で彼は高飛びしたんです。何の写真撮ってんの？マジ子供の写真やん。高飛びして、これかみさんが後ろから撮ったのかな。羽田国際線です。高飛びしたんですよ。高飛びしたな。そりゃ焦りますよ、宮迫さん。あっちゃん、これ改めて言うけど、これはマジで焦った。焦ったんですよね。思ってるよりだいぶ早めに高飛びされたんで、行ったの？確認したスタッフ、行ったの？グッバイした。グッバイしました。どうすんねん、ウィンウィンウィン、どうすんねん。嫌なったな。そこから大変なことになっていったわけですから、改めてね、本当宮迫さん、寂しい思いさせてすいませんでした。私の責任でございますから。真犯人すいません。芸人の皆さんすいません。藤本さん、宮迫さんのせいでありません。中田です。中田が悪かったです。大崎さんすいません。中田がいじっておりました。中田がいじったんですね。なぜ全部宮迫さんのせいにと。結局成功してる。BMW の超高級車に乗ってて、その腕には高級時計が輝いてるんですよ。何がかわいそうなんですか。毎月280万ぐらい払いなさいよ。払え。だからここさえなんとかなれば、もう宮迫さんのせいですよって思われにくくなるんじゃないかと思ったんですよ。なるほど。この3つができたら宮迫さん必ずですね、200万登録300万登録いくんじゃないかと僕は思ってるんです。ありがとう。わしゃ止まると死ぬんじゃ。サテライトオフィスはクラウド導入を推進する専門システムの会社でございます。企業が利用するメール、カレンダー、ファイルサーバー、チャットのクラウドサービスを提供。 Google、マイクロソフト、ビジネス版 LINE などの導入支援やアドオンシステム提供で5万社の導入実績があります。クラウドのことならサテライトオフィスへ。